1年が過ぎるの早すぎるのでというわけで2025年にやり残したことや、動画にしていないことをまとめてお送りします。お品書きはこんな感じ。本来4本の動画にするべき内容ですね。100円 JCJC タイムアタック。その名の通り、100円ショップで売っているものでマシンを作り、JCJC タイムアタックをする挑戦。いつもの装備を封印し、己の手先のみで戦う。ブレワイでいうところの剣の試練みたいなものですね。ただし皆さんご存知の通り、ポケットカーというジェネリック4駆が存在する。ただ単にこれを作って走らせるのは趣旨が違うので、100円で売っているものオンリーの縛りで行ってみる。せっかくなので工具も100円のものだけにしよう。これなら、100円の素材を高価な機材で加工。的な裏技を回避できる。まずは買い出しから。今回はダイソーをチョイス。決め手は店内に撮影 OK と書いてあったこと。ただし人物の撮影は NG なのと、店舗によってはレギュレーションが異なるかもなので注意。最初に手にしたのはこれ。粘着剤がついたスチレンボード。軽くて加工がしやすいのでとりあえず1枚買っておく。そしてスチレンボードを加工するためのカッター。細かい作業がしやすい先端角度が鋭いタイプを選択。それと私はチタンという響きに弱い。次は最も重要な動力。文具コーナーに良さそうなものを発見した。アルカリ電池2本、回転、と書いてあるので、中にモーターが入っているはず。これを4本使って4輪駆動としよう。タイヤに良さそうな丸いものを見つけた。サイズは 25mm なので小径タイヤと同じくらい。ドリルで穴を開けてモーターに直付けしようと思ったけど、2mm のドリルが売り切れている。仕方がないので接着剤でどうにかする作戦に変更。ヒノキシャーシもありかと思ったけど、100円のノコギリがなかったので断念。アルミワイヤーと結束バンド。現場対応で威力を発揮しそうなので買っておこう。はい出ました。ボタンと書いてあるけどこれは間違いなくローラー。なぜ穴が4個あるんだろう。しかも中心からずれている。こりゃ参ったな。と思っていたら手芸用の 1.5mm ドリルを発見。これでセンターに穴を開けて使おう。あとは 1.5mm の軸があれば。ありました。1.5mm の釘。100円ショップって何でもあるな。雑作業用にニッパーかラジオペンチが欲しい。しかし200円か。と思ったら100円の先細ペンチがあった。100円ショップって何でもこれが使えたらよかったのだけど、200円なので見送り。最後に重要な単4電池を2セットと、なんとなく色画用紙を買ってフィニッシュ。最終リザルトはこんな感じ。で、並べて気がついたんですが、一番重要な消しゴムが1個足りない件について、どこかで落としたかと思ったのだけど、レシートを見たらシンプルに買う数間違えてたわ。まあ三輪駆動でも走れるだろう。それとなぜか60円の商品がある。どうやら2個で100円だったみたい。100円オンリーとは言ったものの、安い分には多めに見ていただきたく。というわけで工作を開始する。まずはスチレンボードでシャーシを、と見せかけて畳保護のために下に置く。最初にやるのは動力の確認。いきなりだけど君はもう消しゴムじゃないんだ。このパーツを外すと、本体がパカッと割れる。見覚えがあるサイズのモーター登場。電池を入れて回してみるか。思ったより電池の金具がしっかりしている。これで100円はシンプルにすごい。動作確認なので不要かもしれないけど、一応蓋を装着。スイッチオン。おお、ちゃんと回った。ただし押している間だけ回る方式だと困るので、先細ペンチでモーターを外し、スイッチ側の端子を曲げておく。これでダイレクト通電システムが有効になる。他の2本の元消しゴムも、同じように端子を曲げておく。タイヤを台紙から剥がして、とりあえずそのまま貼ってみよう。動作確認。適当に貼ったけどそこそこ中心出てるな。しかしこのままだと長さが約11センチ。ウェーブセクションで引っかかりそうなので、加工して短くしておこう。モーター側の出っ張りをどうにかしたいので、カッターで切り込みを入れて、先細ペンチで、綺麗に取れた。そしたらモーターについているこいつ、コップみたいな形になっているので、ペンチで広げて、むしり取る。単面はカッターで整えておく。タイヤを貼り直して、ケースにセット。
残りの2本も同じように加工すれば、動力部分は完成。タイヤの装着方法に不安が残るけど、外れたら対策を考えるとしよう。次はスチレンボードでシャーシを作っていく。ギコギコはしません。一度刃が入ってしまったら、スーッと刃が降りていってくれるんめっちゃ曲がるじゃん。2回目、マジでギコギコしない方がまっすぐ切れるかもしれん。そしたら細かい形状をカットして、シャーシの完成。一体型の前後バンパー付き。元消しゴムを当てるとこんな感じ。上から見ると良い感じに見えるのだけど、スイッチ部分が出っ張っているので収まりが悪い。まあカッターがあるので、ちょいと切り込みを入れて、干渉部分を除去すれば問題なし。これで綺麗に収まった。3箇所とも同じように加工。消しゴムを当てるとこんな感じ。ボードの上に乗せるイメージだったけど、タイヤが路面に届かないので、上下逆に変更しよう。そして消しゴムを貼り付ける前にやっておきたいのが、ローラーの取り付け。こんな感じでバンパーに装着したい。せっかく2本セットになっているので、先に1ミリのドリルで下穴を開ける。なるべく中心を捉えるように慎重に。よし、貫通した。位置も問題なさそう。そしたら今度は 1.5 ミリのドリルで拡張。60円の釘を通してみよう。釘がちょっと大きいのか入らないな。程よいサイズのドリルはないので、現物で無理やり穴径を広げる。よし、スルスル回るようになった。これをシャーシに差し込むのだけど、このままだとグラグラしそうなので、バンパー部分の剥離紙を剥がして、スチレンボードの切れ端を貼って補強する。剥離紙を浮かせて切ることで、ボードに切り込みを入れない小さなテクニック。一発勝負の釘刺し行ってみよう。ローラーに上向きの角度がつくとまともに走れないので、下向きになるように狙いを定めて差し込む。なかなか良い角度で取り付けることができた。シャーシの角が壁に当たりそうなのでカット。他の3つのローラーも同じように装着。ここで消しゴム装着シーンを録画し損ねる痛恨のミス。まあ剥離紙を剥がして貼っただけ。これで走れる状態になったのだけど、どう見ても釘が危ない。ので、スチレンボードでボディを作ってみる。材料も工具も限られているので、車っぽく見える最低限の形状を目標にしよう。スチレンボードを切ったり画用紙を貼ったりすれば、100円で売ってるもので作ったマシン、D ソーカー、完成だ。あまり意識したつもりはないけど、レビンやファミリアっぽくなった。シェイクダウン行ってみよう。DTS 第1、第2第3接続音。接続チェック。チェック完了。ゴー。これは、逆走というか動きがおかしい。よく考えたら、消しゴムは全部同じ向きで回転するので、この配置だと左右で逆回転になってしまう。二輪側の回転方向を変えたいけど、電池の逆入れはできないようになっている。モーターのエンドベルをひっくり返す。という選択肢もあるけど、今回の工具だと爪を外すのが難しいので却下。仕方がないので金具を逆向きにしたり、無理やり曲げたりして電池が逆に入るようにする。修正が終わったのでリトライ。DTS 第1から第3接続、オン。ゴー。走った。思ったより速いぞ。と思ったら減速した。タイムは 6.97 秒。ノーマルミニ4区のタイムが約8秒なので、それよりも1秒くらい速い。ただし途中から減速してしまい、2回目のタイムは 9.32 秒。あ、止まった。どうやら衝撃で釘が抜けてしまったみたい。刺すだけの固定方法はよろしくなかったか。最終的に使用した材料は、工具込みで1260円。なんてリーズナブルなんでしょう。この競技、かなり参戦ハードルが低いのではなかろうか、と思ったけど、JCJC の値段とサイズを思い出して真顔になりました。メーカーチップ。メーカーチップとは、3D プリンターの愛好家たちが名刺代わりに作るコインで、イベントなどで盛んに配布や交換がされているらしい。私もオリジナルのメーカーチップを作ってみよう。使うのはモロチンプルサ XL。
ヘッド切り替えでの多色プリントが大活躍。ちなみにこれは数ヶ月前のテストプリントの様子。この時もメーカーチップっぽいものを造形したのだけど、せっかくなのでもうちょいしっかり設計したい。というわけで 3D データを作成。メーカーチップは、直径 40mm、厚さ3から 3.5mm という規格があるけど、それ以外は基本的に自由にデザイン可能。そして今回新たにプルサさんからいただいたのが、直径 0.25mm のノズル ×5 個。通常の 0.4mm ノズルよりも細かい造形が可能な代物。ノズルを交換して召喚中。毎回言ってるけどツールチェンジかっこいい。ところで今回のように小さいものを造形すると、プレート全体を加熱するのでエネルギーが無駄に、と思うじゃないですか。XL はヒーターが16分割になっていて、必要な部分だけを加熱しているらしい。さすがですね。して出力したのがこちら。一発で出力するのがエレガントなのだけど、私は2ピース構成を選択。こんな感じでパチンとはめて、3箇所押し込むと、くるくる回るようになる。細かいパーツを組み立てるのは大変だけど、2部品はめ込み程度ならたくさん作っても苦にならない。両面がプレート面でスベスベになるのも旨味。そして量産。しばらくイベントの予定はないけど、ある程度の数は作ったので、来年の超会議に持っていこうと思う。精密ノズル。3D プリンター界隈で有名な開花ノズル。サイズの異なる5種類をいただいたので使ってみよう。まずは 0.4mm ノズル。見た目からして美しいですね。拡大してもこの綺麗さ。各ブレイズのボディを召喚中。出力したのがこちら。標準ノズルで出力したものと比べるとこんな感じ。どちらも綺麗ですが、よく見ると開花で出力した方が艶が出ている。次は 0.25mm と 0.1mm ノズルでギアを出力してみる。0.1mm は穴がほとんど見えない。まずは 0.25mm で召喚。こんな感じに仕上がった。続いて 0.1mm いってみよう。プリント前のパージの線がめっちゃ細い。同じギア形状を召喚中。出力完了。市販品と並べるとこんな感じ。0.4mm と比べると 0.25mm でもそれっぽく見える。しかし 0.1mm を見ると圧倒的細かさ。市販品の刃にかなり近い形状を再現できている。次は太い方の 0.6mm。ミニ四駆コースを半分サイズにすると、壁の厚さは約 1.2mm になる。つまりこのノズルだと 3D プリンターの黒魔術。いわゆるスパイラルモードでの造形が可能。見た目も造形の速さ的にもアドバンテージがある。最後はさらに太い 1.0mm ノズル。この太さになると、通常のミニ四駆のコースサイズでも黒魔術が使える。プルサ XL の造形サイズの大きさと相性抜群ですね。出力完了。条件を調整しながら出力したので、途中で見た目が変化している。流量多め、冷却弱めで透明感が上がることが分かった。なんかラーメンのオーダーみたいですね。個人的には、開花といえば極細ノズル、という印象があったけど、使ってみたら太い方の良さにも気づいた。オリジナルセクションの開発がはかどりそうな予感。トルネードチェンジャーバージョン2。以前開発したトルネードチェンジャー。なんとストラタシスジャパンさんの協力で、どでかい産業用プリンターで出力していただくことになりました。せっかくなので形状を調整したバージョン2を設計。あえて速度を落として通過するための、セカンドウェイも一体にしてみた。いつも通り2分の1サイズで確認。まずは遅いセッティングでセカンドウェイ狙いから。スイッチオン。ゴー。程よい速度。どうだ？よし、セカンドウェイに入った。もう一回見ておこう。安全に通過できている。見やすいアングルに変えて、次は速いセッティングでトルネード狙い。ゴー。いけるか？成功だ。何回連続で通過できるか見てみよう。4回目で吹っ飛んでしまった。原因はローラーのリングが外れてしまったこと。コースの形状には問題なさそうなので、ストラタシスさんのプリンターで造形開始。このプリンターは F3300 という最新機種で、造形サイズは 600×600×800mm。
さすが工業用だけあって大きいですね。4日ちょっとで造形完了。この大きさだと収穫の迫力もすごい。そしてこのトルネードチェンジャー。ヨッシーさんが大阪のミニ四駆イベント、M4 エキスポに設置してくれました。かっこいい登りもあるよ。結構難しいはずなのだけど、軽々クリアしている方もいてびっくり。造形してくださったストラタシスさん、準備、設営、撮影してくださった皆さん、チャレンジしてくれた皆様ありがとうございました。そして年末から年始にかけて、トルネードチェンジャーは名古屋の模型屋さん、福島屋さんに設置していただいているので、ぜひ遊びに行ってみてください。2025年、最後は駆け足になりましたが、2026年も何卒よろしくお願いいたします。